こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は私が長年作っているお気に入りのリンゴのバターケーキをご紹介します。ふんわりとしたバター生地にリンゴの食感と風味が引き立つとっても美味しいケーキです。最後までぜひご覧ください。まず作る前の準備です。バターは室温で柔らかくしておきます。卵は室温に出しておきます。ケーキ型に薄くバターを塗っておきます。ビニール袋に粉類を入れます。袋の上から揉んで塊をほぐします。空気を入れるように口を閉じてよく振っておきます。バターは完全に混ぜられる柔らかさにして、砂糖を加えてよく混ぜます。だんだんと白いクリーム状になっていきます。最後はツヤのあるホイップクリームのようになったら完成です。卵はよく混ぜ合わせてください。2、3回に分けてバターに加えて、その都度よく混ぜます。卵が冷たいとバターが冷えて固まってしまい、分離しやすくなります。そんな時は湯煎でボウルごと温めると混ぜやすくなります。温めすぎてバターが溶けないように注意してください。黄色のクリーム状になったら粉類を加えます。粉類は一度に加えても大丈夫です。ゴムベラで切るように混ぜ合わせます。粉っぽさがなくなったら生地の完成です。出来上がった生地はふわふわしています。りんごは芯を切り取って皮付きのまま2、3ミリに薄く切ります。生地を3等分に分けて、まず型の底に生地を入れます。表面を平らに整えて、りんごを敷き詰めます。もう一度生地を重ねて、広げ、りんごを敷き詰めます。残りの生地を入れて広げます。
を外側から並べていきます。花びらのように少しずつ重ねながら並べます。全部並べたら、リンゴを少し立てるように整えます。180度に予熱をしたオーブンで35分から40分焼きます。焼いている間にシロップを作ります。砂糖に水とラム酒を加えてよく混ぜておきます。ラム酒がなければ入れなくても大丈夫です。これで焼き上がりです。生地の中心に竹串を刺して、生地がついてこなければ完成です。熱いうちにシロップをかけます。シロップが染み込んでいると、生地がしっとりして風味も良くなります。ケーキが冷めたら型から取り出します。リンゴの花びらが華やかです。仕上げに粉砂糖をたっぷり振ると、さらに雰囲気が良くなりますよ。華やかで素敵なケーキになりました。切るときはナイフを立てるようにすると、リンゴの部分がうまく切れます。生地にもリンゴの層ができていて美味しそうです。シャキシャキとしたリンゴの食感と、ふんわりとしたバター生地が美味しいケーキです。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。